岡田敏夫さん、はじめまして。22歳、女です。私は両親が怖いです。ありがたいことに私は両親に恵まれ、一人っ子ということもあったのでしょうが、愛情を一身に受けて育ちました。高校、大学と私立に行かせてもらい、欲しいものは買ってもらえる環境にあります。両親のことは大好きですし、何度も死にたいと自殺を決意した時でも、私が死んだら両親が悲しむからと踏みとどまりました。そんなこと思うんだ。けれど私は両親からの無償の愛が怖いです。多くのお金をかけてきた分、私は返さなくてはいけないという思考になってしまいます。女性20代みのりさん、そう考えるんだ。なるべく稼いで老後は楽をさせてあげないと思います。そのために頑張らないと。けれど優秀な両親と違い、私は失敗ばかりです。そのジレンマからか、中学の頃から両親のことを考えると涙が出るようになりました。私は両親に依存しているのだなと思います。幼い頃から全ての決断は両親のためでした。両親のために全ての決断をしていた。この涙を止めるには私はどうしたらいいのでしょうか。22歳なのに一向に親離れができません。まあいい子ゆえの悩みなんですけどね。まずですね、両親の愛を一身に受けて、こんなにお金かけて、こんなに手間もかけてもらってるから、私は返さなくちゃいけないという、このみのりさんの前提が僕は間違ってると思うんですけど、間違ってるとはっきり言えるのは何でかっていうと、僕自身が育児経験があるし、他の親とも保育園の送り迎えっていうのを割とやってたんで、他の親とも話してたので、一応その親の側の代表的な意見、絶対的な正解じゃないよ。多分親の意見って何種類もあるだろうけども、割とね、あるあるパターンの話をすると、親孝行ってね、もう終わってんすよ、みのりさん。0歳から3歳までの子供が生き抜いたら、0歳から3歳まで生きてくれたら、もうそれで親孝行って終わってんの。それぐらい0歳から3歳までの子供って圧倒的に可愛いの。親はその時点で他の人生の経験ではありえないほどいろんなことが経験できるの。0歳から3歳まで生き抜いただけでもう親孝行は全部終了、全部終わり。それ以上もしあんたには金かけたんだから、手間かけたんだから、あんたは苦労かけたんだからちゃんと親孝行してよってもし親が言い出したら、その親の言うことはもう聞かなくてもいい。親はもうすでに元金は返してもらってさらに利子を取ろうとしている悪徳高利貸しになってるから、そんな悪徳高利貸しの話は本当に聞かなくても、本当に0歳から3歳までの子供の可愛さは圧倒的で、それと3年間過ごす時間がもらえたという時点で、全ての親は、この世界の全ての親は親孝行はもう支払い済みだから君は気にしなくていいよ。本当にマジでそうだよ。ただみのりさんだけ、みのりさんはその親の恩に応えなければっていうのは考えなくてもいいと思うんだけども、みのりさんのねこの質問ね、すごいね気になるのは、失敗ばかりっていう、優秀な両親の違い、失敗ばかりですというのが僕は気になるんですけどね。両親から無償の愛をもらっている、それを返さなければいけないと思うあまり、わざと失敗するようなチャレンジを無意識に選んでるんじゃないですか。多分親からいろんなチャンスもらっていろんなことをやってもいいよというふうに言われてるので、みのりさんは無意識にダメな、自分ができなさそうなものを選んで親を失望させて、無償な愛を得たものはそれに対してさらに甘えを上かぶせして、本当に親は許してくれるのかって試したくなるんだよね。人間のそういうふうな部分ばっかり俺が見ちゃうから、そういうふうな考えるか分かんないのでですね、22歳なのに一向に親離れができませんっていうのは、まだ甘える余地があるのか試したくて、親に負担をかけるような失敗をして、そのことを自分の心の裏側では気がついちゃってるから涙が止まらない。つまり自分の本心に自分が気がついてるから涙が止まらないっていう液漏れ現象が起こってるわけなんだけど、その液漏れ現象を止めるには、自分が実は無意識にやっている行動っていうのをちょっと止めることかな。できないチャレンジはするな。実はやりたくないことはやるな。親がいろいろチャンスを与えてくれるからといって、別にそのチャンスに応えてあげること、例えば親が海外留学してみないって言ったら海外留学してあげることが親孝行じゃないからね。親孝行はもう終わってるから
どちらかというとこっから先は独立して親なんか嫌いになって親の元から離れていって親に次のチャンス成長を与えること。親はね0歳から3歳まで子供が可愛くて子供可愛がってそこから先子供を心配することで人間力がやや上がるんだけども逆に言えばダメになってんだよ正直言って。子供に構えすぎて子供を幸せにしようとする親は人間としてダメになってると思うんです。俺ヘライザーさんっていう人の YouTube は結構見てんだけどヘライザーさんと多分ねもし話し合っても絶対意見が合わないな。ヘライザーさん子供の幸せのことを考えろって言うんだけどももう僕は絶対バカ野郎と子供の幸せなんか考えなくていいんだ。そんなことを考えるからこの世の中が狂っていくんだと。そうじゃなくて自分の幸せ考えろってタイプなのね。子供っていうのは親に失望してそこから独立することでまた自分が親になる強さを身につけるわけなんだけどさそのパターンは子供を幸せにするから生まれてこないんだよね。なのでみどりさんはさっさと親に関してはもうちょっと無関心になってそして冷たいぐらいの対応して恩知らずと言われるぐらいになってですね、親から独立して親を見放してあげると親はようやっと娘が自分から離れていってじゃあ自分には何が残ったんだろうっていう伏線回収が始まって親の第2弾の成長があるので俺64だからはっきり言えるんだけど多分みのりさんの親なんて、50代でしょ。で50代なんてまだまだ人生やり直してですねショックで落ち込んで絶望に落ちてもう一回立ち上がっていくのができる年だからそれぐらい困らせてあげてください。ありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。